大丈夫ですか？目の前で女性が倒れた。とっさに駆け寄り、彼女を抱き留める。触れた肌は熱く、呼吸は浅い。誰か、救急車を。人混みの中で叫ぶ俺の声が虚しく響く。街中の雑踏が一瞬止まったように感じた。彼女の命が今この瞬間に砂時計のように流れ出している。救急車のサイレンが近づいてくる。病院に向かう車内で救急隊員に、彼女が勤める運送会社の運転手です、と告げた。俺は彼女の顔が青白く変わっていく様子をただ見つめるしかない。脳内出血の疑いがあります。CT スキャンの結果を読み上げる医師の声が俺の耳に突き刺さる。脳動静脈奇形の破裂です。深部にあり、通常の手術では、あと30分しか持たない可能性がある。病院長の言葉に周囲が凍りついた。その時、俺の中で何かが動いた。5年間封印していた記憶が鮮明に蘇る。手術室の緊張感、メスの冷たさ、患者の命を救った時の高揚感、そして失敗した時の底なし沼のような絶望。俺に手術をさせてください。20分で救ってみせます。そう言って白衣に袖を通した。俺はもう逃げない。あの日のトラウマから彼女のために立ち向かう。二つの人生が交差する手術室で新たな物語が始まろうとしていた。俺の名前は佐山仁、40歳。3年前から桜井運送のドライバーとして働いている。決して華やかな仕事ではなく肉体労働中心。毎日大変な仕事だが自分なりに誇りを持って日々の業務をこなしてきた。今日も朝から配送の仕事を終え、本社に戻ってきたところだった。玄関を入ると普段とは違う空気が漂っていることに気づいた。社員たちが妙にそわそわとしている。何かあったのだろうか。佐山さん、お疲れ様。受付の女性社員が声をかけてきた。彼女は社内の噂話に詳しいことで有名だった。今日は珍しく桜井社長のお嬢さんが来てるのよ。半年ぶりくらいじゃないかしら。そう言って彼女は事務所の奥を顎でしゃくった。視線の先にはスーツ姿の若い女性が立っていた。長い黒髪を後ろで一つにまとめ、凛とした佇まいが印象的だった。周りには数人の役員らしき人たちが取り巻いている。桜井萌、桜井運送の社長である桜井実の一人娘だ。またお飾りのお嬢様が視察に来たってことか。社員の誰かがそう言った瞬間、彼女と目が合った。俺は軽く会釈をしてロッカールームへ向かおうとするが、彼女はこちらに歩み寄ってきた。すみません。透き通るような声だった。近くで見ると思っていたよりもずっと若く見える。30代前半と聞いていたが、20代にも見える。はい、何でしょうか。俺は思わず背筋を伸ばした。周囲の視線が痛い。あなたが佐山さんですよね。月間優秀ドライバーと聞きました。少しお話を伺いたいのですが。自分にですか？はい。実は現場の声を直接聞きたいと思っていて。その言葉に周囲から小さなざわめきが起こった。役員たちの間で視線が交わされる。明らかに彼女の行動は想定外だったようだ。社長の娘からの依頼を断れるはずもない。承知しました。俺は返事をして案内された会議室へ向かった。小さな会議室には彼女と俺、それに彼女の秘書らしき女性の3人だけ。役員たちは外で待機しているようだった。突然の申し出にもかかわらず、お時間をいただきありがとうございます。彼女は丁寧に頭を下げた。お飾りと陰口を言われている割に礼儀正しい。俺は少し緊張しながら頭を下げた。いえ、こちらこそ何でも聞いてください。あなたのことは常務から伺っています。現場での提案力があり、社内でも信頼が厚いと。実は現場のドライバーさんたちが日々どのような問題に直面しているのか、生の声を聞きたいと思っていたんです。彼女の表情は真剣だった。周囲から何も知らないお嬢様と言われているというのに、その目は本気だ。俺は少し考えてから答えることにした。正直に言いますと、いくつか課題があります。
そう切り出した俺の言葉に、彼女は身を乗り出すようにして聞き入った。まず、配送ルートの最適化が不十分です。無駄な走行距離が多く、燃料コストがかさんでいます。それから、車両の整備計画も後手に回っていて、急なトラブルで配送に遅れが出ることがあります。俺は遠慮なく、現場の実情を話した。本社の管理職には何度も挙げている問題だが、改善されない現状があった。話しながら、彼女の反応が気になった。こんな話を聞いて、呆れるんじゃないだろうか。だが、彼女は違った。真剣な表情で、俺の話に耳を傾け、時折メモを取っている。質問も的確だ。単なるお飾りではないことが分かった。ドライバーの労働環境についても教えていただけますか？その質問に俺は少し驚いた。経営者側はコストや効率を気にするものだと思っていたが、彼女は人の問題に目を向けている。正直、厳しい面があります。長時間労働は業界の慢性病ですし、休憩場所の確保も難しい。若い人材が集まらず、ベテランドライバーの高齢化も進んでいます。言いにくいことも包み隠さず話した。こんなことを社長令嬢に言って大丈夫だろうかという不安もあったが、彼女は真摯に受け止めているようだった。さすがですね。とても詳しい。彼女は感心したように言った。いえ、ただの現場の人間です。ただ、この仕事が好きだから、改善できるところは自分なりに考えています。その姿勢こそ貴重なんです。彼女は目を輝かせた。実は私、この会社をもっと良くしたいと思っているんです。でも周りからは、社長のお飾り娘としか見られていなくて、何をしようとしても、ただの戯れだと思われているんです。彼女の声には苦さが混じっていた。俺は初めて彼女の立場を想像した。社長令嬢という肩書きが彼女自身の言葉や行動を曇らせているのかもしれない。桜井さんは本気なんですね。ええ、秘書くらいしか私の話を真剣に聞いてくれないんですけどね。彼女は少しうつむいた。その姿に俺は胸が締め付けられる思いがした。せっかくの熱意が周囲の偏見によって摘み取られようとしている。俺も聞きますよ。思わずそう言っていた。あなたが考える会社の問題点や改善したいことを、せっかくのご縁ですし、現場の視点からもフィードバックします。彼女の顔が明るくなった。本当ですか？とても嬉しいです。彼女の笑顔はさっきまでの凛とした表情とは違い、素直で柔らかかった。佐山さん、私にはアイデアがたくさんあるんです。でも、実現するには現場を知らないと。彼女は熱心に語り始めた。ドライバーの働き方改革や最新技術を活用した配送管理システムの導入など、具体的なビジョンを持っていた。話を聞いていると、彼女が単なるお飾りではなく、本当に会社のことを考えていることがよくわかった。桜井さん、正直に言うと、最初は形式だけの面談かと思っていました。すみません。彼女は小さく首を振った。いいえ、当然の反応です。私自身、何の実績もありませんから。でも、話を聞いて考えが変わりました。桜井さんのアイデアは現場の実情をよく捉えています。彼女の目が輝いた。本当ですか？はい。特に労働環境の改善は急務です。人手不足は深刻で、このままでは会社の存続にも関わります。俺は率直に答えた。彼女は真剣な表情でうなずいた。佐山さん、またお話を聞かせてください。あなたのような現場を知る人の意見が必要なんです。彼女の言葉に俺は不思議な高揚感を覚えた。単なるドライバーの俺の意見が会社の未来を変えるかもしれないという期待。そして彼女の真摯な姿勢に心を動かされた自分がいた。それから3週間が経った。俺は日々の配送業務の合間に桜井さんとの約束を守るべく会社の問題点を細かくメモしていた。小型のノートにはシフト編成の問題点から車両整備の不備、安全対策の不足まで現場の声がびっしりと書き込まれている。佐山、また細かく記録してるんだな。休憩室でノートに向かう俺にベテランドライバーの鈴木さんが声をかけてきた。はい、会社を良くするために。まったく若いね。でも、あんたの熱意は買うよ。
俺たちじゃもう諦めちまったことを真正面から向き合ってる。鈴木さんは苦笑いしながらも温かい目で俺を見た。あの社長令嬢と何か企んでるって噂だけど、本当かい？その言葉に俺は一瞬動きを止めた。噂が広まっているのか。企んでるなんてそんな大層な話じゃありません。ただ、現場の声を本社に届けようとしているんです。そうかい。でも気をつけな。上の連中は現状維持が大好きでね。波風立てる奴は嫌われるんだ。鈴木さんの忠告には重みがあった。彼は20年以上この会社で働いてきたベテランだ。そうですね。でも変えなきゃいけないこともあると思うんです。俺はそう言って再びノートに向かった。その日の夕方、約束通り桜井さんと会社近くのカフェで落ち合った。彼女は人目を避けるようにサングラスとマスク姿だった。佐山さん、ごめんなさい。こんな格好で。彼女は少し申し訳なさそうに言った。いえ、気にしないでください。それはそれで目立ちますけどね。その言葉に彼女は小さく笑った。本当は会社で会いたかったのだろうが、彼女の立場を考えると難しい。社長令嬢が一階のドライバーと親しくしているところを見られれば、余計な詮索を招くだけだ。これが俺がまとめた問題点と解決策です。俺は厚めのファイルを彼女に渡した。現場の問題点を体系的にまとめ、具体的な改善案まで記載したものだ。素晴らしい。こんなに詳しく。彼女はページをめくりながら目を輝かせた。特に重要なのは15ページからの安全対策の部分です。最近、ブレーキ整備の遅れで何件かヒヤリハットがありました。俺は真剣な表情で説明した。命に関わる問題だからこそ最優先で改善すべきだと考えていた。これは由々しき問題ね。でもこんなに具体的な提案があれば父も聞く耳を持ってくれるはず。次の週末、俺たちは再びカフェで落ち合い、改善策のレポートの下書きを作った。安全面の強化、効率的な配送ルートの提案、労働環境の改善など、多岐にわたる内容だ。特に重点を置いたのは、ドライバーの過剰労働問題だった。これなら説得力があるわ。彼女は満足げに言った。改善には初期投資が必要ですが、長期的に見れば必ず会社のためになります。俺は確信を持って言った。ありがとう、佐山さん。あなたがいなければ、こんな具体的な提案はできませんでした。彼女の真摯な感謝の言葉に、俺は少し照れくさくなった。普段は淡々と仕事をこなすだけの毎日だったが、彼女と関わるようになってから、自分の仕事に新たな意義を見出し始めていた。俺こそ、このような機会を与えてくれて、ありがとうございます。翌週、桜井さんから連絡があった。レポートの草案ができたので、確認してほしい、とのことだった。俺たちはまた、会社近くのカフェで落ち合うことになった。彼女の草案をもとに、安全対策の強化、適正なシフト配分、車両整備の定期化など、現実的かつ効果的な提案を盛り込んだ。これなら、副社長も納得してくれるはず。最終的なレポートを手にした桜井さんは、自信に満ちた表情で言った。このレポートは、副社長経由で社長に提出するんですね。ええ、それが会社のルールですから。内容さえ良ければ、神田副社長も無視できないはずです。翌日、桜井さんは神田副社長にレポートを提出した。俺はその場にいなかったが、後で彼女から経過を聞いた。どうでしたか？最悪です。カフェで再会した彼女の表情は曇っていた。こんなものは経費の無駄だと一蹴されました。安全対策の必要性を説明しても、この業界はそういうものだの一点張りで、彼女の声は怒りに震えていた。そんな、社長への報告は、この内容では社長に通せないって、社長は忙しいの一言で片付けられました。俺は拳を握りしめた。現場の安全よりも目先の利益を優先する経営陣。それが会社の体質なのだろうか。なら直接社長に。試しました。でも取り合ってもらえませんでした。副社長が承認していないものを持ってくるんじゃない。会社のルールを知らないのか。娘だからといって甘やかすと思うな、と。
彼女は疲れた表情で言った。そんな。当然ですよね、社長。いえ、父にとって私は社員というより世間知らずの娘。ただのお飾りのお嬢様なんですから。そんなことを言わないでください。思わず、俺は大きな声を出していた。桜井さんは驚いたのか目を見開く。狭山さん？すみません。大きな声を出してしまって。でも、自分を卑下しないでください。あなたは努力しています。熱意もあります。会社のことを考えて一生懸命に頑張っているじゃありませんか。確かに、社長や副社長には認められていませんが、あなたの気持ちは本物です。認められないからといって、なかったことにしないでください。そうですね。桜井さんは震える手でコーヒーカップを手に取る。ありがとうございます。今までそんな風に言ってくれる人はいませんでした。私、狭山さんがいてくれるから頑張れます。俺も乗りかかった船です。ここまで来たら最後まで頑張ります。だから諦めないでください。俺も現場でできることをします。ええ、本当にありがとうございます。その後、俺は同僚のドライバーたちに少しずつ問題意識を共有していった。ベテランの鈴木さんをはじめ、多くのドライバーが現状に不満を持っていることが分かった。しかし、立場を考えると表立った行動は取りづらい。みんな家族を養っている身だ。一方、桜井さんも苦戦していた。彼女からの連絡によれば、父親や他の役員たちは彼女の意見を真剣に聞こうとしないという、まだ若い、経験不足と一蹴されることがほとんどだった。それでも俺たちは諦めなかった。時には落ち込むこともあったが、互いに激励するたびに元気を取り戻していった。しかし、そんな二人の関係を冷ややかに見る目があった。ある日、俺と桜井さんが会社近くで話している姿を神田副社長に目撃されたらしい。俺は桜井社長に本社へと呼び出された。神田副社長から聞いたよ。娘に近づく怪しいドライバーがいる、とね。その言葉に俺は一瞬言葉に詰まった。だが、社長はきっと勘違いしている。確かに、親しくさせていただいていますが、会社の改善について意見交換をしているだけです。意見交換？ドライバー風情が何を調子に乗っている？社長の目は冷たかった。身の程をわきまえろ。君のような立場の者が近づける相手じゃない。その言葉に俺は怒りを覚えた。しかし、感情的になっては何も解決しない。社長、私たちは純粋に会社を良くするための話をしているだけです。個人的な感情は一切ありません。会社を良くする？笑わせるな。社長は嘲笑した。君のようなドライバーが会社経営を語るとは肩払いたい。二度と娘に近づかないことだ。いいな。社長の冷たい言葉が響き渡った瞬間、応接室のドアが勢いよく開き、桜井さんが飛び込んできた。息を切らせている様子から急いで駆けつけたことが見て取れた。彼女の目には怒りと悲しみが交錯している。お父さん、何をしているの？狭山さんは何も悪くないわ。彼女の声は震えていた。父親の前でも臆することなく、まっすぐに主張する姿に、俺は内心で感嘆した。社長は眉を潜め、娘を睨みつける。お前まで何を言っている？こんな下っ端の男と密会していたのは事実だろう？密会なんてしていません。私たちは本当に社員として会っているだけです。彼女は一生懸命に説明しようとした。その瞳には涙が浮かんでいる。俺は胸が締め付けられる思いだった。彼女の立場を危うくするつもりは毛頭なかったのに。お前のような世間知らずが何を話し合うんだ。ただのお飾りが実務に口を出すな。社長の言葉は冷酷だった。表向きは娘を大切にする素振りを見せながらも、その内実は彼女を一人の人間として認めていない。ただの所有物のように扱う。その差別的な反応に俺の内側から怒りが湧き上がってきた。社長、俺は静かに、しかし芯の通った声で言った。娘さんを大切に思うのなら、彼女の意見に耳を傾けるべきです。彼女は懸命に会社のことを考えています。お飾りなんかじゃない。なんだと？お前のような立場の者が。社長の顔が怒りで真っ赤になった。だが、俺も引くわけにはいかない。立場は関係ありません。
関係あるというのなら、社長という立場の方は本当に現場をご存知ですか？このままでは会社の安全面が危険です。そう言って、俺はカバンからまとめてきたレポートを取り出した。これは、俺と桜井さんが何週間もかけて作り上げたものだ。現場の声が詰まった貴重な提言書だった。これをご覧ください。具体的な改善策も記載してあります。そして、このレポートの作成のために我々は会っていました。レポートを差し出す俺の手は震えていなかった。正しいことをしているという確信があったからだ。しかし、社長の反応は予想をはるかに超えるものだった。こんなものはいらん。社長はレポートを手に取ると、一別もせずにゴミ箱へと投げ捨てた。紙が散らばる音が異様に大きく響いた。ひどい。桜井さんの悲痛な叫びが室内に響いた。黙りなさい。社長は娘にも怒声を浴びせた。そして再び俺に向き直る。会社はそんなに甘いもんじゃない。現場の声、笑わせるな。お前はクビだ。娘にも二度と近づくな。その言葉に俺の体から力が抜けた。クビ。この言葉の重みを俺は全身で感じた。しかし、それよりも辛かったのは、桜井さんと二度と会えなくなるという事実だった。お父さん、やめてそんなこと。もう十分だ。社長は立ち上がり、秘書に指示した。この男を即刻、社外へ出しなさい。そして萌え、お前は車で家に帰りなさい。運転手が待っている。でも、行きなさい。桜井さんは涙ながらに俺を見た。その瞳には言葉にならない感情が溢れていた。申し訳なさと怒り、そして何か別の感情。佐山さん、私。彼女の言葉は小さかったが、俺の耳にははっきりと届いた。大丈夫です。落ち着いてください。それに、あなたは何も悪くない。俺はできる限り穏やかな声で言った。彼女に余計な負担をかけたくなかった。秘書に促され、俺は応接室を出た。桜井さんも別の秘書に連れられ、反対方向へと歩いていった。廊下の角を曲がる直前、彼女は振り返り、一瞬だけ俺と目が合った。その日、俺はすべての私物をロッカーから回収し、桜井運送を後にした。3年間働いた会社、毎日当たり前のように通っていた場所から、こうして追い出されるとは思ってもみなかった。それから1ヶ月が過ぎた。クビになった俺は、新しい仕事を見つけるのに苦労していた。トラックドライバーの求人は少なくないが、前職での退職理由を正直に話すと採用されないのだ。かといって嘘をつくのも心が咎める。そんなある日、都心のオフィス街を歩いていた時だった。次の面接に向かう途中、人混みの中に見覚えのあるシルエットを見つけた。桜井さん。思わず声に出してしまった。振り返った彼女と目が合う。彼女もまた俺を認識したらしく、その場に立ち尽くした。人々が行き交う雑踏の中で、俺たちだけが時間が止まったように動かなかった。佐山さん。彼女が歩み寄ってきた。以前よりも痩せた気がする。顔色も良くない。それでも彼女の目は相変わらず強い意志を宿していた。お元気でしたか？そんな当たり障りのない挨拶しかできない自分が歯がゆかった。本当は会いたかったと言いたかった。なんとか。彼女の声は弱々しかった。佐山さんこそ大丈夫ですか？あの日以来ずっと心配していました。なんとかやってます。仕事探しは大変ですけどね。その言葉に彼女の表情が曇った。彼女は自分のせいで俺が職を失ったと感じているのだろう。そんな罪悪感を持って欲しくなかった。気にしないでください。あの場で引かなかったのは俺の選択です。でも、それより本当に大丈夫ですか？顔色があまり。佐山さん、会社に戻って。彼女は何か言いかけたが、突然その場にしゃがみ込んだ。桜井さん！俺は慌てて彼女を支えた。彼女の体は熱く震えていた。すみません。最近少し体調が。そう言いかけた彼女は、そのまま俺の腕の中で意識を失った。桜井さん！しっかりしてください。周囲の人々が不安そうに立ち止まる。俺はとっさに彼女を抱え上げた。華奢な体は力を失い、呼吸が浅くなっている。俺は一瞬の迷いもなく携帯を取り出し、救急車を呼んだ。もしもし、救急車をお願いします。
20代の女性が倒れました。意識不明です。場所を伝えながら、俺は彼女をベンチに横たえた。彼女の首筋に指を当て、脈拍を確認する。弱いが規則的だ。次に、上着を脱いで、彼女の下に敷き、頭を少し高くする。彼女の呼吸を妨げるような服の締め付けを緩める。桜井さん、大丈夫ですか？聞こえますか？俺の声は震えていた。彼女との再会を喜ぶ間もなく、こんな事態になるとは。しかし、不思議と俺の中には冷静さもあった。彼女を助けなければという強い使命感が、すべての迷いを吹き飛ばしていた。救急車はすぐに来ます。大丈夫ですからね。意識のない彼女に語りかけながら、俺は彼女の手を握った。その手は冷たかった。体は熱いのに、手先が冷えている。末端冷却。危険な兆候だ。桜井さん、戻ってきてください。その言葉は彼女に向けたものだったが、同時に自分自身にも言い聞かせているようだった。彼女との関わりが俺の人生に色を取り戻してくれた。あの1ヶ月前まで、俺は彼女と共に未来を見ていた。救急車のサイレンが近づいてくる音が聞こえた。それからすぐに救急車が到着し、救急隊員が素早く対応してくれた。彼女は担架に乗せられ、病院へと急ぐことになった。俺も同乗させてもらい、病院に向かった。救急車の中で、俺は桜井さんの手を握りしめていた。冷たい指先から生命力が失われていくようで恐ろしかった。桜井さん、必ず良くなりますから。そう何度も繰り返しながら、俺は彼女の回復を祈った。病院に到着すると、桜井さんはすぐに処置室へと運ばれていった。俺はその後を追おうとしたが、看護師に制止された。外でお待ちください。俺はロビーの椅子に座り、頭を抱えた。何かできることはないか。そう考えていると、ふと思い浮かんだのは大学時代の友人、鈴木だった。彼は今、都内の大学病院で勤務していると聞いていた。もしかしたら何か力になってくれるかもしれない。俺は携帯を取り出し、彼の番号を探した。何年も連絡を取っていなかったが、アドレス帳には残っていた。俺は迷わず電話をかけた。もしもし、鈴木か？俺だ、佐山だ。電話口で一瞬の沈黙があった。佐山？信じられないな。どうした突然。すまない。急な連絡で。実は。俺は簡潔に状況を説明した。桜井さんの容体が心配であること。何か力になれないかということ。わかった。今、ちょうど退勤したところなんだ。どこの病院か教えてくれ。俺が病院名を告げると、鈴木は驚いた様子だった。それなら、俺の病院じゃないか。すぐに行くよ。救急外来だな。ああ、そうだ。待っていてくれ。電話が切れた後、俺はほっとした。鈴木は優秀な医師だ。彼がいれば何か情報を得られるかもしれない。約15分後、白衣姿の鈴木が救急外来に現れた。以前よりも少し大人びた風貌になっていたが、穏やかな表情は変わっていなかった。佐山、久しぶりだな。彼は俺の肩を叩いた。本当に久しぶりだ。来てくれてありがとう。気にするな。患者の名前は桜井萌さんだったな。ちょっと確認してくる。鈴木は処置室に入っていった。待つこと約5分。彼が戻ってきた。来てくれ。いいのか？鈴木に促され、俺は処置室の入り口まで近づいた。中に入ることはしない。処置の妨げにならないように彼女の様子を伺った。鈴木の顔には緊張が走っていた。彼は処置室から戻ってくると、俺をロビーの隅に連れて行った。周囲に人がいないことを確認してから静かに話し始めた。佐山、彼女の状態はかなり厳しい。過労と栄養失調だけじゃない。脳内出血の疑いがある。その言葉に俺は息を飲んだ。脳内出血。それは命に関わる深刻な状態だ。どうしてそんな。言葉が続かなかった。鈴木は肩をすくめた。現時点では原因は特定できていない。検査結果を待っている段階だ。ただ、彼女の症状からすると、彼が言葉を濁している間に、俺の頭の中でいくつかのピースが繋がり始めた。彼女の顔色の悪さ、突然の意識喪失、そして手足の震え。鈴木、
これは単純な脳内出血じゃない。俺は静かに、しかし確信を持っていった。何？症状から見て、脳動静脈奇形の破裂だ。彼女の顔色、手足の末端冷却、急激な意識喪失。すべて合致している。鈴木は驚いたように俺を見た。狭山、お前。その時、処置室から若い医師が出てきた。彼は疲れた表情で俺たちに近づいてきた。患者さんのご家族の方ですか？いいえ、友人です。俺は答えた。そして思い切って尋ねた。先生、彼女は脳動静脈奇形ではないでしょうか？若い医師は眉を潜めた。明らかに素人からの医学的指摘に不快感を示している。素人判断は控えてください。我々のチームが適切に診断します。ここで引いてはいけない。彼女の命が危険な状態なのだから。失礼ながら、彼女の症状は典型的な脳動静脈奇形の破裂に見えます。詳細な CT と血管内治療が必要だと思います。医師は明らかに苛立ちを覚えたようだった。あなたは医師でもないのに何を根拠に？彼は医師ですよ。鈴木が口を挟んだ。俺は驚いて鈴木を見た。彼の表情は真剣だった。彼は素人どころか天才外科医だったんですよ。知りませんか？狭山仁という名前を。その瞬間、病院の廊下に衝撃が走った。まるで時間が止まったかのように、すべての動きが静止した。若い医師の顔から血の気が引き、目が見開かれていく。狭山仁？さらには、俺の後ろにいた年配の看護師が震える声で繰り返した。彼女の目は信じられないものを見るかのように見開かれていた。ミラクルハンドと呼ばれた狭山先生ですか？不可能とされた脳深部手術を成功させた。ハーバード大学から招聘された。医学誌への論文掲載常連だった。狭山先生。周囲からの囁きが俺を取り囲み始めた。若い看護師が先輩に、誰なの？と尋ねる声も聞こえる。彼は伝説の脳外科医よ。どんな難しい手術でも成功させる魔法の手を持っていると言われていた人なの。若い医師は蒼白な顔でよろめきながら壁に寄りかかった。その表情には恐怖と畏怖が交錯していた。申し訳ありません。お顔までは存じ上げていませんでした。医師の態度が一変し、今度は過剰なまでの敬意を示し始めた。名前が明かされた途端の態度の変化に複雑な気持ちもあったが、それよりも今は桜井さんの命だ。それより、彼女の診断結果を教えてください。若い医師は慌てて答えた。はい。実はまだ確定診断には至っていないのですが、CT と MRI は今から撮影する予定です。俺は深く息を吸い込んだ。無駄な時間が過ぎていくのが耐えられなかった。急いでください。もし脳出血なら時間との勝負です。医師はうなずき、処置室へと戻っていった。鈴木は俺の肩を叩いた。嫌な形で正体がバレてしまったな。すまない。気にするな。むしろ言ってくれたおかげで、話がスムーズに進みそうだ。それから約1時間後、CT と MRI の結果が出た。俺の診断は正しかった。桜井さんは脳動静脈奇形の破裂により脳内出血を起こしていた。状態は非常に危険で、緊急手術が必要だという。病院長も駆けつけ、俺と面会を求めてきた。狭山先生、お久しぶりです。初老の男性は敬意を込めて俺に握手を求めてきた。松本先生、お元気でしたか？かつての医局の先輩だった。彼が今この病院の病院長とは知らなかった。実は非常に困った状況なんです。松本病院長は深刻な表情で言った。桜井さんの症例は極めて難しい。脳動静脈奇形の場所が非常に深部にあり、通常の手術では危険が大きすぎる。俺は黙って聞いていた。松本先生が何を言おうとしているのか、うすうす感づいていた。我々の脳外科医では対応が難しい症例です。狭山先生、あなたならできるはずです。その言葉に、俺の中で小さな恐怖が芽生えた。5年前、同じような症例で患者を失った記憶が鮮明に蘇る。手が震え、冷や汗が背中を伝った。私は、もう医師ではありません。免許は有効です。私が確認しました。松本先生は譲らなかった。狭山先生、
彼女の命はあなたの手にかかっています。他に頼れる人はいません。その瞬間、俺の脳裏に桜井さんの笑顔が浮かんだ。会社の変革を信じて一人奮闘していた彼女の姿。そして、俺を心から信頼してくれた彼女の眼差し。手術室を準備してください。俺の声は震えていなかった。恐怖はまだあったが、それよりも強い感情が湧き上がっていた。彼女を救いたいという純粋な思い。そして、もう一度自分の技術を信じてみたいという気持ち。鈴木は驚いた表情で俺を見た。本当にいいのか？ああ、決めたんだ。俺は静かに答えた。後戻りはしない。手術準備が整うまでの間、俺は桜井さんの症例についての詳細な情報を集めた。CT と MRI の画像を何度も見直し、血管の走行を頭に叩き込む。5年前とは違う。今度は絶対に失敗しない。手術室に入る前、俺は深呼吸をした。手術着を身にまとい、手袋をはめる。かつて何百回と繰り返してきた儀式だが、今は特別な意味を持っていた。準備はいいですか、先生。看護師の声に俺は静かにうなずいた。始めましょう。麻酔をかけられた桜井さんは手術台の上で静かに横たわっていた。彼女の命を救うのは今、この俺の手だけだ。俺は目を閉じ、かつての感覚を呼び戻し、メスを手に取った。手術は極めて難しいものだ。脳深部の動静脈奇形は通常のアプローチでは到達が困難な位置にあった。俺は新しい術式を組み合わせ、最小限の侵襲で病変に接近する方法を選んだ。バイタル安定しています。ナースの声が緊張感漂う手術室に響く。俺は集中力のすべてを指先に集めていた。一つの間違いも許されない状況。微妙な血管の処理に俺の技術が遺憾なく発揮された。素晴らしい！助手を務める若い医師が思わずつぶやいた。本来なら到達不可能と思われた病変部に俺はすでに達していた。難しい部分はこれからだが、俺の手に迷いはなかった。桜井さんは単なる患者ではない。彼女は俺に再び前を向く勇気をくれた人だ。彼女の会社を変えようとする情熱。そして純粋な思いに俺は心を動かされた。そんな彼女を俺は絶対に失うわけにはいかない。クリップを。俺の声は静かだが力強かった。ナースから渡されたクリップを操作して、血管奇形の根元に留めていく。一本、また一本と、メスが扱うべき箇所は正確に処理し、残すべき血管は丁寧に保護していく。時間の感覚が失われていった。俺の意識は完全に手術に集中していた。かつてゾーンと呼ばれた状態。すべての感覚が研ぎ澄まされ、時間の流れすら違って感じる特別な集中状態に入っていた。最後の血管です。助手の声が聞こえる。ここが最も難しい部分だ。最後の血管を処理する際のわずかなミスが致命的な結果を招く可能性がある。俺は深く息を吸い込み、慎重に最後の処置を行った。完了しました。俺の言葉に手術室全体がほっと息をついた。術後の処置を終え、俺は手術着を脱いだ。6時間に及ぶ手術だった。疲労が一気に押し寄せてくる。だが、その疲れ以上に大きかったのは安堵感だった。見事な手術でした、佐山先生。松本病院長が深々と頭を下げた。嫉妬を許していただき、ありがとうございました。だが、まだ油断はできない。術後のケアも重要だ。俺は桜井さんの回復を見守るため、病院に残ることにした。佐山、本当にすごかったぞ。鈴木が俺の肩を叩いた。彼の目には尊敬の色が浮かんでいた。これで佐山仁が帰ってきたと言っていいのか？その問いに俺は複雑な思いを抱いた。医師としての自分は本当に戻ってきたのだろうか？それともこれは単なる例外だったのか？わからない。ただ彼女のためなら、できることがあるなら何でもしたかっただけだ。俺の言葉に鈴木は意味深な笑みを浮かべた。君はずっと患者のために全てを捧げる医師だった。それは変わっていないようだな。その言葉が俺の心に染み入った。鈴木が帰り、俺は静かに桜井さんの病室で彼女の眠る姿を見守っていた。窓から差し込む夕日が彼女の顔に柔らかな光を投げかけている。術後の経過は良好だ。それを確認するたびに胸に込み上げてくるものがあった。
佐山先生。静かに開いたドアから看護師が顔を覗かせた。桜井さんのお父様がお見えになっています。その言葉に、俺の背筋がピンと伸びた。桜井さんの父親。つまり、桜井社長だ。1ヶ月前の応接室での最後の対面が頭をよぎる。お通しください。俺は静かに言った。しばらくしてドアが再び開いた。そこには疲れた表情の桜井社長が立っていた。1ヶ月前に見た威厳に満ちた表情はなく、今の彼は単なる娘を心配する父親だった。佐山くん。俺は静かに立ち上がり、彼に向き合った。社長との再会にどんな言葉を交わせばいいのか。頭の中は空白だった。娘を、萌えを救ってくれてありがとう。予想外の言葉だった。桜井社長はゆっくりと頭を下げた。その仕草に俺は少し戸惑った。医師として当然のことをしただけです。聞いたよ。君が外科医だったなんて。社長は呆然とした表情で言った。なぜそんな人物が、うちでドライバーに。疑問と混乱が入り混じった声だった。確かに不思議だろう。天才外科医と呼ばれた人間が、なぜトラックドライバーをしているのか。そして、なぜ彼の娘と会社改革に取り組んでいたのか。俺は窓際の椅子に座り直し、静かに口を開いた。俺の父はトラックドライバーでした。幼い頃、父の姿に憧れていました。大きなトラックを操り、全国を駆け回る姿が、俺にはヒーローのように映っていたんです。目を閉じると、幼い頃の記憶が鮮明に蘇る。父の運転席に座らせてもらい、広いフロントガラスから見える景色に胸を躍らせた日々。夜中に帰ってきた父が持ち帰る各地のお土産。でも父は、お前は勉強ができるんだから、もっと人の役に立てる仕事をしなさいと言ったんです。そんな父は何度も入院を繰り返していました。長時間労働と不規則な生活で体を壊したんです。その父を見ていた医師への憧れもあって、俺は医学の道を選びました。大学、研修医、そして脳外科医としてのキャリア。俺の頭の中で過去の映像が走馬灯のように流れていく。才能があったんでしょうね。周りからはミラクルハンドなんて呼ばれるようになりました。その言葉に少し苦笑いを浮かべる。そんな称号は自分に似合わないと思っていた。でも3年前、手術に失敗したんです。桜井さんと同じ病気の患者さんを救えなかった。その言葉を口にした瞬間、胸が締め付けられるような痛みを感じた。あの日の記憶は今でも鮮明に残っている。手術室の緊張感、メスを握る手の震え、そしてお悔やみ申し上げますと、遺族に頭を下げた瞬間の虚無感。32歳の女性で2人の子供を持つ母親でした。脳動静脈奇形は難しい手術だと知っていましたが、当時の俺は絶対に救えると思っていました。その自信は多くの成功体験から来ていた。誰も手をつけられなかった難症例を次々と成功させてきた実績。メディアに取り上げられるたびに飛来していった自己評価。そして何よりもミラクルハンドという二つ名がもたらした傲慢さ。手術前、彼女の家族に絶対に大丈夫ですと言ったんです。その言葉が今でも耳から離れません。桜井社長は黙って聞いていた。手術中、予想外の出血が起きました。それでも俺は慌てず、自分なら対処できると思っていた。でも、血管の走行が特殊で、言葉を続けるのが辛かった。でも、初めて誰かに話すことで、長い間抱え込んでいた重荷が少しずつ軽くなっていくような感覚もあった。彼女を救えなかった。俺の過信が彼女の命を奪ったんです。術後、家族に告げた時の表情が忘れられない。絶対に大丈夫と言った医師の言葉を信じ、希望を抱いていた彼らの顔が一瞬で絶望に変わる瞬間、特に長女の目が忘れられない。それは俺を責めるでもなく、ただ呆然と現実を受け止めようとする10歳の少女の目だった。それから手が震えるようになったんです。メスを持つたびにあの子の目が浮かぶ。震える手では手術はできない。それは医師として致命的だった。何度も克服しようとしたが、いざ手術室に立つと必ず同じ症状が出る。そして恐怖心が膨れ上がっていった。医局の同僚たちは休めば回復すると言ってくれた。先輩医師は誰にでもある経験だと
励ましてくれた。でも、俺の中の何かが壊れてしまったように感じた。人の命を預かる重みを身に染みて知ってしまったのだ。そんな時、ふと、父の言葉を思い出したんです。お前はドライバーには向いていないと。俺は少し苦笑いを浮かべた。皮肉なことに、向いていないと言われた仕事こそが、俺の逃げ場になりました。医局を去るとき、多くの人が引き止めてくれた。才能を無駄にするなと。でも、その才能という言葉にさえ、俺は怯えていた。才能があるからこそ、過信してしまう。その結果、取り返しのつかない過ちを犯す。そんな恐怖から逃れたかった。そして、知人の紹介で、桜井運送に入社しました。入社して間もなく、俺は現場の危険な状況に気づいた。車両整備の不備、無理なシフト、過酷な労働条件。それは、医療現場の安全軽視に通じるものがあった。だからこそ、改善したいと思ったのだ。そして、桜井さんに出会った。彼女は、俺が思っていたお飾りのお嬢様ではなかった。純粋に会社を良くしようと、奮闘する姿に心を打たれた。自分が医師としての情熱を失ったように、彼女も周囲から認められずに熱意を失いかけていた。でも、諦めていなかった。社長は静かに俺の話を聞いていた。長い沈黙の後、彼は深いため息をついた。君が渡してくれたレポートだが、その存在は初めて聞いたんだ。その言葉に、俺は驚きを隠せなかった。あれだけ時間をかけて作成したレポートが、社長の耳に届いていなかったとは。神田副社長から聞いたのは、娘が余計なことをして、現場に混乱を招いているという話だけだった。君をクビにした日も、社長令嬢に近づく不審なドライバーという報告しか受けていなかった。社長の声には後悔の色が濃かった。俺のレポートを投げ捨てたあの日の彼の行動は、実は全てが誤解に基づいていたのだ。あの一件の後、萌えに何度も説明を受けて、ようやく君が本当に会社の改善に奔走していたと知った。それも数日前のことだったよ。桜井さんは俺がクビになった後も諦めていなかったのだ。そうですか。私が破棄した君たちのレポートは、萌えが再度見せてくれた。そして、急いで社内調査をしてみたんだ。社長の表情が暗く沈んだ。君の指摘通り、現場はかなり危険な状況だった。調査を進めると、さらに驚くべき事実が次々と明らかになった。神田は安全対策費を流用していたんだ。定期点検の予算を削り、書類上は実施したことにして、その差額を着服していた。それに気がついたのはつい昨日のことだった。俺は息を飲んだ。そんな大きな不正が行われていたとは。神田副社長の対応は単なる怠慢ではなく、意図的な犯罪行為だったのだ。さらには、労働環境の改善提案も全て握りつぶしていた。無駄なコストという理由でね。社長の目には激しい怒りが浮かんでいた。今朝のことを話そう。社長はゆっくりと椅子に腰を下ろし、疲れた表情で話し始めた。今朝、桜井社長は神田副社長を役員会議室に呼び出したそうだ。桜井社長は一冊のファイルを黙って押し出した。それは俺と桜井さんが作成したレポートだった。そしてもう一冊のファイルを開いた。それは昨夜から今朝にかけて総務部と経理部に徹夜で作らせた調査報告書だった。そこには神田副社長の不正の証拠が所狭しと記載されていたらしい。俺は社長の言葉に耳を傾けながら、その場面を鮮明に思い描いていた。神田副社長の青ざめた顔、そして怒りに震える社長。神田副社長は言い訳を始めたそうだ。これは誤解です。会社のために必要な措置でした。と。そこで桜井社長は彼の机から発見された裏帳簿の写しを見せた。もはや言い逃れはできなかった。観念したように椅子に崩れ落ちた神田副社長を見て、桜井社長は全役員を集めた。そしてその場で彼の犯した罪を一つ一つ挙げた。安全対策費の流用、点検記録の改ざん、そして俺を陥れたこと。社長は彼に辞表を提出させ、さらに会社に与えた損害の全額返済を約束させた。今日からは警察の捜査も始まっているそうだ。ただ、すべてが遅すぎた。もっと早く気づいていれば、娘も君も苦しむことはなかった。社長の声には後悔の色が濃く滲んでいた。その重みは彼の肩を押し下げているように見えた。俺は静かに口を開いた。過去は変えられません。でも、これからは変えられます。
社長は俺の言葉に顔を上げ、弱々しく微笑んだ。そして、心配そうに娘の顔を見つめる目には、親としての愛情が溢れていた。狭山くん、改めて、本当に申し訳なかった。もう過ぎたことです。それより、桜井さんの回復を願いましょう。俺がそう言ったのは、過去の恨みを引きずるよりも、前を向くべきだと思ったからだ。そして何より、桜井さんの回復こそが最優先事項だったからだ。社長は複雑な表情を浮かべた。いや、そうはいかない。私は社長として、そして一人の父親として、あなたに心から謝罪したい。そう言うと、社長は深々と頭を下げた。その姿に、俺は動揺した。社長、そんな、頭を上げてください。いや、これは当然のことだ。社長は、ゆっくりと顔を上げた。君は娘の命を救い、そして会社の危機も教えてくれた。それなのに、私がしたことといえば。言葉が詰まる社長の肩に、俺は軽く手を置いた。相手が社長であろうと、今はただの父親として苦しんでいる姿に、人間として反応せずにはいられなかった。社長、本当に大丈夫です。俺も医者として当然のことをしただけですから。そう言いながらも自分の言葉に違和感を覚えた。俺も医者として、いつの間にか自分を医師と呼んでいたのだ。5年間、一生懸命に背を向けてきたアイデンティティを。社長は俺の顔をじっと見つめ、小さく微笑んだ。君はやはり医師なんだな。その言葉に、俺の胸が締め付けられた。社長は続けた。狭山くん、お願いがある。俺は静かにうなずいた。何かを予感していた。厚かましいとは思うが、よければうちの運送会社で、医療や安全面の監修をしてほしい。自分がですか？我が社には、医療や安全に精通した人材が必要だ。神田のしたことで、社内の安全管理体制は完全に崩壊している。それを立て直すには、専門的な知識と現場を知る人間が必要だ。今回のことで痛感した。社長の声は真剣だった。医師免許を活かしながら運送業界で働く。両方の世界を知る狭山くんにだからこそできる仕事だ。その言葉に、俺の中で何かが動いた。父への憧れと医療のトラウマ、相反する二つの思いが初めて一つの形を見出したような感覚だった。返答に迷っていた時、ベッドから小さな動きが見えた。桜井さんの指がわずかに動いた。桜井さん！俺は思わず彼女のそばに駆け寄った。社長も立ち上がり、娘の顔を覗き込んだ。萌え、聞こえるか？桜井さんのまぶたがゆっくりと開き始めた。意識が戻る兆候に、俺の心臓は早金を打った。彼女の目が完全に開き、ぼんやりとした視線が俺と社長の間を行き来した。父さん、狭山さん。かすれた声だったが、はっきりと二人を認識していた。安堵のため息が病室に広がった。よかった。本当によかった。社長は娘の手を握りしめ、声を詰まらせた。何があったの？桜井さんは困惑した表情で尋ねた。自分がなぜ病院にいるのか、なぜ社長と俺が一緒にいるのか、理解できていないようだった。君は、街中で倒れたんだ。脳動静脈奇形という病気で、俺は医師として簡潔に説明した。彼女に必要以上の不安を与えたくなかったからだ。手術が必要だったけど、うまくいったよ。もう大丈夫だから。桜井さんの目が大きく見開かれた。手術？誰が？その質問に社長が答えた。狭山くんだ。彼は元脳外科医だったんだよ。君の命を救ってくれた。桜井さんは信じられない表情で俺を見つめた。その目には驚きと、それ以上に深い感謝の色が浮かんでいた。狭山さん、あなた、お医者さんだったの？俺は少し照れくさそうにうなずいた。長い間隠してきた過去を、彼女に知られることへの複雑な感情があった。黙っていてすみません。話せない事情があったんです。いいんです。助けてくれてありがとうございました。俺の方こそ、生きていてくれてありがとうございます。桜井さんは、弱々しくも温かい笑顔を見せた。萌え、すまなかった。本当に彼は誠実な人間だったのに、神田にそそのかされてしまって。お父さん、もういいの。でも、狭山さんに謝ってくれた？桜井さん、先ほど謝罪の言葉をいただきましたよ。俺の言葉に、桜井さんは良かった、と言ってくれた。本当に
どこまでも優しい人だ。その後、桜井さんが目を覚ましたことで検査が行われた。術後の経過は順調。1週間入院すれば無事退院できるだろうという見立てをした。再び病室に戻った俺と桜井さん。そして桜井社長。部屋に静寂が広がった。3人それぞれが自分の思いと向き合っていた。やがて、社長が再び口を開いた。萌え、佐山くんに運送会社の医療安全監修者として働かないかと誘ったんだ。すると、桜井さんの目が輝いた。素敵。佐山さんなら会社を変えられるわ。でも、俺は言葉を選びながら続けた。医療に関わることへの恐怖は、まだ完全には消えていません。正直に告白したのは、彼女たちに対して誠実でありたかったからだ。そして、もう二度と偽りの姿を見せたくなかったからだ。命を扱う責任の重さ、失敗した時の痛み、それは簡単には拭いされない。部屋が静かになった。社長と桜井さんは俺の告白に真剣に耳を傾けていた。彼らの理解のある表情に勇気づけられ、俺は続けた。でもだからこそ、現場の人々を安全に導く手伝いがしたいとも思います。俺の声は次第に強くなっていった。自分の中から湧き上がってくる確信を感じたからだ。トラックドライバーの父を持つ息子として、そして命の重さを知る医師として、二つの視点から安全を守る仕事がしたい。言葉にするほどに、その思いは俺の中で明確になっていった。かつての自分は称号にとらわれ、傲慢になっていた。しかし今の自分は違う。現場の視点も知り、失敗の痛みも知り、そして大切な人を守りたいという純粋な思いも知っている。社長、お受けします。桜井運送の医療安全監修者として働かせてください。その瞬間、俺の中で何かが繋がった。父への憧れと医師としての使命が一つの道として姿を現したのだ。それから1週間が経った。桜井さんの回復は俺の予想を上回るペースで進み、今日ついに退院の日を迎えた。佐山さん、また来てくれたんですね。病室で荷物をまとめていた桜井さんが、俺を見つけて嬉しそうに微笑んだ。入院中、俺は毎日、彼女のお見舞いに来ていた。それは単に容体を確認する医師としてだけでなく、彼女の笑顔を見ることで、自分も元気をもらえるからだった。退院の日に来ないわけにはいかないでしょ。俺はそう言って、持っていた花束を彼女に差し出した。白いバラの花束。清潔で凛とした美しさが、彼女に似ているように思えたからだ。まあ素敵。ありがとうございます。彼女は花束を受け取ると、その香りを深く吸い込んだ。その仕草には、退院を喜ぶ解放感と、これから始まる新生活への期待が現れていた。社長は？俺が尋ねると、彼女は小さくため息をついた。会社の緊急会議で来られなくなったんです。神田さんの後任人事について揉めているみたいで。彼女の表情に少しだけ寂しさが浮かんだのを見逃さなかった。社長も来るはずだったのに、会社の用事で来られなくなったことを、残念に思っているのだろう。じゃあ俺が送ります。車も用意してあるし。そう言ったのは、彼女に少しでも安心してほしいという気持ちからだった。そして、正直なところ、二人きりで過ごす時間が欲しかったからだ。本当ですか？助かります。病院を出るとき、桜井さんは立ち止まり、振り返った。ここで、私の命を救ってくれたんですよね。でも、本当はあなたが俺を救ったんだ。その言葉に、彼女は首をかしげた。どういう意味ですか？俺は静かに答えた。あなたが俺に、会社改革を持ちかけてくれなかったら、俺は、ただの逃げ続ける男のままだった。それだけでなく、メスを握る勇気を取り戻すきっかけをくれたのもあなたです。佐山さん。彼女が何か言いかけたとき、病院の出入り口から声がかけられた。おや、佐山先生。振り返ると、松本病院長が立っていた。彼は満面の笑みを浮かべながら近づいてきた。桜井さん、退院おめでとうございます。佐山先生のおかげで順調な回復ですね。松本先生は桜井さんに頭を下げた後、俺に向き直った。佐山先生、今後ともよろしくお願いしますね。松本病院長の言葉に俺は深く頭を下げた。実はこの病院の非常勤医師として受け入れてもらえることになったのだ。
俺としては願ってもいない申し出だった。松本病院長もぜひ俺の技術を他の医師にも伝えてほしいとのことで、互いの利害が一致したのだ。桜井運送との兼務も許可された。俺の状況を理解し、無理のない形で現場復帰できる提案をしてくれたのだ。もちろん恐怖はまだあった。しかし、今度は一人で抱え込まない。患者のため、そして自分自身のために正直に向き合っていこうと心に誓った。翌日、桜井運送の役員会議室で、俺は社長直々に紹介してもらう。本日から佐山仁さんが当社の医療安全監修者として勤務します。彼は外科医であり、現場を知るドライバーでもある貴重な人材です。社員たちの間から驚きの声が上がった。そして次第に拍手へと変わっていった。社長の挨拶の後、俺は桜井さんのオフィスに招かれた。窓際の広いデスクに、かつて作成したレポートが広げられていた。これをベースに安全対策を進めたいんです。彼女の目は輝いていた。伏せられていた彼女の提案がようやく日の目を見るのだ。一緒に会社を良くしていきたいんです。佐山さんのアイデアと私の立場を生かして。彼女の言葉には熱意が溢れていた。それは以前から変わらない彼女の夢だ。しかし今は俺というパートナーがいる。もう孤独な戦いではない。必ず実現しましょう。桜井さんは嬉しそうにうなずいた。それからの日々は忙しくも充実したものだった。週に2日は病院で非常勤医師として働き、残りは桜井運送で安全対策の構築に取り組んだ。どちらの仕事も命を守るという点では共通していた。桜井さんとは毎日顔を合わせ、会社の改革プランを練った。最初は純粋に仕事上のパートナーだったが、次第に仕事の枠を超えた関係へと変わっていった。食事に行く回数が増え、休日にはドライブに出かけることも。ある週末、俺たちは海辺のカフェでコーヒーを飲んでいた。初夏の潮風が心地よく、穏やかな波の音が二人を包み込んでいた。佐山さん、覚えていますか？最初に会ったあの日。もちろん。あなたは役員たちに囲まれていましたね。あの時、佐山さんが私の話を真剣に聞いてくださって嬉しかった。桜井さんの瞳が柔らかく輝いた。彼女が俺の手に自分の手を重ねてきたので、俺はそのぬくもりをしっかりと握り返した。佐山さん、いえ、仁さん。初めて名前で呼ばれ、胸が高鳴った。私、あなたが好きです。素直な告白に、俺は戸惑うことなく答えた。俺も、あなたが好きだ。俺たちの関係は、自然な流れによるものだった。共に困難を乗り越え、互いの弱さも、強さも知り尽くしてきた。もはや誰にも阻まれることなく、二人の関係は、確固たる絆へと発展していった。翌週、俺たちは社長に二人の関係を報告した。彼は、最初こそ驚いた表情を見せたが、すぐに温かな笑顔へと変わった。君は娘を救ってくれた恩人だ。これ以上に頼もしい相手はいない。それから半年後、俺たちの提案は会社に大きな変化をもたらした。安全対策の強化、労働環境の改善、効率的な配送システムの導入。どれも現場の声を生かした改革だった。ドライバーの労働時間は減り、自己発生率は激減。会社の評判も上がり、新たな取引先も増えていった。俺と桜井、いや、萌さんは互いの夢を支え合いながら明るい未来へと歩み出していた。二人で乗り越えた困難はより強い絆となって二人を結びつけていた。仁さん、あなたに会った時、こんな未来が待っているなんて想像もしていなかったわ。萌の言葉に俺は静かに微笑んだ。俺も同じだよ。でもあの時の選択は間違っていなかった。俺は過去のトラウマを乗り越え、医師としての誇りを取り戻した。萌はお飾りのお嬢様というレッテルを払拭し、実力ある経営者へと成長した。互いの弱さを認め、強さを引き出し合う関係。それは俺たちの人生に新たな価値をもたらしていた。桜井社長も変わった。娘を心から尊重し、彼女の意見に耳を傾けるようになった。親子関係も以前より深まり、家族の絆が強くなっていった。人は変われるんだね。萌がそう言ったとき、俺は心から同意した。ああ、お互いを信じればきっと変われる。俺たちの物語はまだ始まったばかり。これからも困難は訪れるだろう。しかし今は互いの手を取り合い、
共に未来を切り開いていく確かな自信があった。